こんにちは。ソロジャーニーズチャンネルです。このチャンネルは自分らしく自由に歩む心の贅沢旅をお届けしています。今回は夜の成田空港から始まったフライングホヌファーストクラスの旅をお届けします。Z カウンターに入る大理石のアーチをくぐった瞬間から特別な旅が始まりました。行きは夜の便であっという間にホノルルへ、そして帰りは生まれて初めてのバースデーフライト。夜に始まり祝福で終わる ANA ハワイ往復ファーストクラスの物語です。ここは成田空港第一ターミナル ANA の Z カウンターへ向かっています。にぎわっているチェックインロビーからすっと離れた場所にあって、外からはチェックインカウンターが見えない作りになっています。なので Z ウェイとも呼ばれています。 ANA スイートチェックインと書かれていますね。重厚で豪華な大理石の門をくぐって非日常の世界に入ります。広々としていますね。チェックインを済ませ荷物を預けて、このまま直接スイートチェックイン搭乗者専用の保安検査場に向かいます。あっという間に保安検査場を抜けて出国しました。今から ANA スイートラウンジへ向かいます。ラウンジの奥まで来るとフライングホヌのラーちゃんがいました。オレンジ色が鮮やかでお目目がかわいい。この後登場するのが楽しみです。では窓際の席で少しくつろぎましょう。ここはライトミールコーナー。ちょこっとつまめる美味しそうなものがいっぱい並んでいます。ドリンクコーナーはビールや上等なお酒もあり、ソフトドリンクも含め種類が豊富です。温かい食べ物は席から QR コードでオーダーすることができます。私はお刺身、サラダ、おつまみと白ワインをいただきました。予約画面からシャワーの予約もすることができました。成田空港の ANA スイートラウンジはシックで大人な感じ。旅に出る前にこんな空間でゆっくりくつろげるのっていいですね。気がつくと外が暗くなってきています。シャワーを浴びてすっきりしたので、そろそろラウンジを出て出発ゲートに向かいましょう。いよいよ登場です。ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミーは2階席になります。赤い絨毯が敷かれたボーディングブリッジを歩いているとテンションが上がります。オレンジの扉が見えました。幅が2メートルくらいある広い座席。今日は2階最前列 1A 席です。520席のうちファーストクラスは8席。本当に贅沢すぎる空間です。これは1階に降りる階段です。加速度がついてきました。いよいよ離陸です。機体が浮きました。水平飛行に入るとすぐにディナーの時間になります。いよいよファーストクラスのフレンチコースが始まります。まずは至高のシャンパンクリュック。
泡がシュプシュプはじけて香りがふわっと立ちます。アミューズは ANA オリジナルのシナモンシュガースティック、ゆり根のコンフィとムース、フォアグラボール、スモーク明太子とブルサンチーズ。小さな一皿の中に甘さ、塩味、コク、香り、夜の始まりにふさわしい少し遊び心のあるアミューズです。これから食事が始まるワクワク感をかきたててくれます。アペタイザーが運ばれてきました。サワラスモークのブランダード、アワビをのせてネセロリのスープとキャビア添え。キャビアが一瓶ついています。味はとても繊細で、口に入れるとふわっと海の香りが広がります。夜便らしく重すぎないけれど、とても心に残る前菜でした。いよいよメイン料理の和牛ヒレ肉のソテー、ベアルネーズと赤ワインソース、サンシュポテトのドフィノワーズ添え。ソースの色が食欲をそそります。そしてこの和牛、とろけます。とんでもなく柔らかくて、ソースも深みがあっておいしい。さすがファーストクラス。デザートはフォンダンショコラ。おしゃれなプレート。スプーンを入れた瞬間、ツヤのあるチョコがとろり。ほろ苦さの後に優しい甘みが広がって、赤いソースの酸味で後味がぎゅっと締まる。バニラアイスが口どけをさらに贅沢にしてくれました。もう全部が美味しくて大満足のフルコースでした。気がついたら到着まであと4時間です。到着は朝なので、少しでも睡眠をとっておかなくてはと慌ててお化粧室に来ました。機内でいただいたファーストクラスのパジャマに着替えます。着替え用の踏み台があるのはありがたいです。飛行機の中とは思えないほど広々としたお化粧室でした。席に帰るとベッドの準備がされていました。扉を閉めておやすみなさい。2時間寝て朝食の時間です。人気の ANA オリジナルドリンクカオルカボスと酒磯のり茶漬け、ガーデンサラダをオーダーしました。美味しかったです。それにしても起きてる間はずっとお食事をしていた気がします。飛行機は間もなく着陸に向けて降下を開始します。果物、野菜、肉類、植物などの持ち込みは法律で禁じられています。どうぞご注意ください。島が見えてきました。5年ぶりのハワイに心が躍ります。この景色をどれだけ待ち焦がれていたことでしょう。ただいまハワイ。皆様、ダニエル K 井上国際空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は2月10日午前7時35分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。なんと予定より1時間も早く着いてしまいました。せっかくのファーストクラスなのに6時間なんてもったいなすぎます。ゴージャスな気分だったのに本当に残念です。
ワイに足を踏み入れました。どうしてこんなにウキウキするのでしょう。ハワイって人を元気にする力があるんですね。今から入国審査に向かいます。アーリーチェックインができて部屋に到着。気持ちいい。いい景色。Next stop will be at Twinfin Hotel. 帰国の日になりました。海と戯れ、夕日を見て、朝日を拝んで癒されて、そうして今空港に向かっています。出国の手続きを終えてラウンジへ向かいます。ゲート C のグループは結構遠いんですよね。やっと ANA スイートラウンジに着きました。海外で ANA が運営するラウンジはホノルルだけです。シックで落ち着いてますね。スイートラウンジではアサイーボウルはオーダーしてから作ってくれます。その他ブルーハワイとガーリックシュリンプ、ポキ丼をいただきました。このいちごで作ったバラの花のケーキ、ハッピーバースデーと言ってラウンジのスタッフの方が持ってきてくださいました。こんな嬉しいサプライズあるんですね。そうなんです。今日は私の人生初めてのバースデーフライト。このフライングホヌラーちゃんに乗って帰国します。さらにホノルルでは2階席に乗る人はこのスイートラウンジから直接ホヌに乗り込むという特別な体験ができます。ラウンジからの登場が始まりました。今から右に見えるサンセットオレンジのラーちゃんに乗り込みます。このようにラウンジ直結で登場できるのは世界でも極めて珍しく、他にはエミレーツ航空のドバイ国際空港やオーストラリアブリスベン空港の一部のゲートなどほんの数カ所しかありません。しかもこのホノルルでも搭乗ゲートや機材が変わることがあればラウンジからの直接搭乗は物理的にできなくなるので、まさしくプレミアムな体験なのです。帰国便も2階の最前列、今度は1階席、窓が右側にあります。昼便は明るくて気持ちがいいですね。少し前の方に行くと1階に降りる階段があります。1階はエコノミー席、383席あります。全部で520人乗りのフライングホヌは世界最大級の大型機なんです。いよいよ出発の時間になりました。飛行機がゆっくり進んでいます。右側が窓の K 席からはこうして綺麗なエメラルドグリーンの海が見えるので、この席を選びました。誕生日にこんな綺麗な海を見ながら出発できるなんて本当に幸せです。離陸しました。今から9時間25分の空の旅です。行きはなんと追い風に乗って
6時間で着いてしまったので、フルコースディナーを食べて少し寝て、また朝ごはんを食べたらもうホノルルでした。帰りこそはファーストクラスを心ゆくまで堪能したいと思います。安定飛行に入ったのでドアを閉めて個室にしました。青いアメニティポーチはエッティンガー、カネボウの高級化粧品繊細も入っています。 ANA オリジナルパジャマ、そして窓の下にも小物入れが3つもあります。座席も広々していて座り心地も抜群です。座ってみるとこんな風に見えます。そろそろ食事の時間です。帰りも洋食をチョイスしました。誕生日の祝杯はもちろんシャンパンのクリュックです。なみなみと注いでいただきました。ありがとうございます。アミューズは左からチーズペッパー、クラブミートサラダのパイ仕立て、ピピカウラとパイナップルのカナッペ、マッシュルームムースのズッキーニロール。時間があるので一口ずつゆっくり味わいます。前菜はキャビアを添えたかぼちゃのムース。滑らかなムースをキャビアがピリッと引き締める。甘いだけで終わらないおしゃれな大人の前菜です。そしてクリュックと相性抜群。素敵な景色とともにいただきます。いよいよメインです。 US プライムのフィレ肉ステーキ、ホットベラクリームとマデラワインソース。アメリカ産のお肉はどうかなと思っていたのですが、ナイフを入れると驚くほどすっと切れます。クリームのコクとソースの深みが相まって感動するほど美味しい。これぞまさしくファーストクラスの醍醐味というお味です。最後のデザートはロールパンケーキ、マンゴーバターソース、バニラアイスクリーム添え。この上ない極上のデザートでした。本当にコース料理すべてが一流レストランの味。もう大満足です。ごちそうさまでした。あとはコーヒーを飲んでゆっくりと思っていたら、お誕生日おめでとうございますと CA さんが満面の笑顔でバースデープレートを持ってきてくださいました。ラウンジに続いてなんて素敵なサプライズ。その上手書きの素敵なカードとかわいい登場証明書までいただきました。空の上でこんな風にお祝いしていただけるなんて感動で胸がいっぱいです。生涯忘れられない思い出になりました。食事が済むとお昼寝タイムです。機内が暗くなりました。お化粧室でパジャマに着替えて帰ってくるとベッドがきれいにセットされていました。空の上で体を横たえて眠れる幸せ。いい夢が見れそうです。おやすみなさい。目が覚めました。2時間半くらい寝たようです。まだ機内は暗いので映画でも見ましょう。映画を見ていると税関申告書が配られたので、パスポートとチケットを出して記入します。こんな時、大きな机は書きやすくてとってもありがたいです。窓を開けると綺麗な雲海が広がっています。まもなく到着前のお食事が始まります。最後のお食事は金目鯛磯のり茶漬けを選びました。上品なお出汁と絶品の金目鯛、おかわりしたくなるくらい美味しいんです。
あと新鮮なお刺身もつけていただきました。空の上でこの組み合わせ、嬉しすぎます。そして温かいお茶もいただきました。旅の締めくくりに心がほっとする日本料理でした。旅も終わりに近づいてきました。久しぶりのハワイ。物価が高いことには驚きましたが、ウクレレやレイ作りに挑戦してみたり、海辺でのヨガ、ワイキキビーチでのボディーサーフィンと、冬の日本では考えられないハワイならではの楽しい時間を満喫しました。それに加えて、初めてのエアバス搭乗、初めてのファーストクラスでの往復、初めてのバースデーフライトと、初めて尽くしの旅でした。夜の成田から始まった ANA フライングホヌの旅。行きと帰りで同じファーストクラスでも体験が全然違いました。行きは夜便、時間が短く感じて体験がぎゅっと濃い感じ。帰りは昼便、光があって景色も食事もゆっくり味わえる。同じ座席なのに心の余白が変わるんです。帰りの空では食事を心ゆくまで楽しめて、映画もゆっくり見ることができて、ふとこの旅での幸せやこれからのことまで考えていました。贅沢って時間の味わい方なのかもしれません。旅はどこへ行くかだけではなく、どんな気持ちで帰ってくるか、このバースデーフライトがそっと教えてくれました。次のハワイは今回の経験を踏まえて、行きはビジネスクラス、帰りはファーストクラスで予約しました。同じフライングホヌでもまた違う物語が紡がれることでしょう。その違いもいつの日かこのチャンネルでお届けしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。アロハー。